解説。身長165センチメートルの巨人。ハリウッドの常識を覆した伝説の俳優。ダスティン・ホフマンの傑作ベスト10。皆さんこんにちは。ねえマリサ、今日のテーマは誰かしら？またすごい俳優さんを紹介してくれるんでしょ？ああ、今日はハリウッドの歴史を変えた、本物のレジェンドを紹介するぜ。その名は、ダスティン・ホフマンだ。ダスティン・ホフマン、知ってるわ。レインマンの。でも今回のタイトル、身長165センチメートルの巨人ってどういうこと？いい質問だぜ。彼が登場した頃のハリウッドは、長身の2枚目俳優が主役っていうのが常識だった。彼はその常識を、圧倒的な演技力だけで打ち破ったんだ。まさに、その小さな体でハリウッドという巨人に挑み、勝利した巨人なのさ。うわぁ、かっこいい。実力だけで頂点に立ったのね。ますます興味が湧いてきたわ。だろ？今回はそんな彼の魂の演技が爆発する傑作を10本、ランキングで紹介していくぜ。みんなの思い出の作品も入ってるかな？早速見ていこう。第10位。藁の犬。1971年。さあ、いよいよランキング発表ね。第10位はどんな作品なの？第10位は1971年の問題作、藁の犬だ。監督は、バイオレンスの巨匠サム・ペキンパー。彼の俳優としての凄みを語る上で絶対に外せない一本なんだぜ。問題作。彼が演じたのはどんな役なの？主人公は暴力を嫌う平和主義の数学者、デイビッドだ。その知的な男が、じわじわと追い詰められ、内に眠っていた獣のような暴力性を爆発させる。その理性のタガが外れる瞬間までの変貌ぶりが、とにかく凄まじいのさ。一体何が、デイビッドをそこまで変えてしまったの？彼は妻とイギリスの田舎町に移住するが、そこで執拗な嫌がらせを受け、ついには妻が暴行されるという悲劇に見舞われるんだ。ひどすぎる。それでも彼は耐えていたの？ああ、だが運命は彼を逃がさない。彼は車で誤って、村で厄介者扱いされている男を跳ねてしまい、両親から家に連れ帰り手当てをする。だが、その男をリンチにかけようと探していた村のならず者たちが、怒り狂って家に押しかけ、そいつを引き渡せと迫ってきたんだ。村のならず者を相手に、しかもたった一人で、それで、どうやって戦ったの？彼は数学者らしく、その頭脳で頭脳的な作戦を立てて迎え撃つ。知性が、生き残るための残忍な武器に変わるんだ。その姿はもうかつてのデイビッドじゃない。壮絶ね。藁の犬ってタイトルも悲しい響きだわ。これは老子の言葉が由来でな。天地から見れば人間の存在なんて、祭りで使う藁の犬みたいにちっぽけだという意味があるんだ。人間の尊厳の脆さを描いているのね。ああ、知的な男が狂気に落ちる様を完璧に演じきったからこそ、この衝撃作は第10位に外せないんだぜ。第9位。パピヨン。1973年。第10位は衝撃的だったわね。続く第9位は、どんな映画なのかしら？第9位は、脱獄映画の金字塔、1973年のパピヨンだ。これは当時の映画ファンが熱狂した奇跡の共演が実現した作品なんだぜ。奇跡の共演？誰と共演したの？キングオブクールと呼ばれた大スター、スティーブ・マックイーンさ。肉体派の彼と、演技派のホフマン。水と油のような二人がタッグを組んだんだ。まさに事件だったのさ。すごい。ホフマンはどんな役だったの？彼が演じたのは、主人公パピヨンの相棒、ルイドガだ。パピヨンは無実の罪で終身刑になった不屈の男。対してドガは、フランス中を混乱させた証券詐欺で捕まった天才偽札師なんだ。証券詐欺？じゃあ、ドガはお金持ちなの？その通り、体力はないが、脱獄資金を工面できる大金を隠し持っている。だからパピヨンはドガの護衛役となり、ドガはその資金力でパピヨンを助ける。ここから二人の友情が始まるんだぜ。お互いにないものを補い合う関係なのね。ああ、ホフマンはメガネをかけた知的な佇まいと繊細な演技で、気弱だが頭の切れるドガを見事に表現した。アクションのマックイーンと、内面のホフマン。この対照的な二人の演技合戦が見どころなんだ。
ただの脱獄アクションじゃなくて、友情の物語でもあるのね。その通り。原作は実体験に基づいた自伝小説でな。自由への渇望と男の絆を描いた不朽の名作なんだ。二大スターの魂のぶつかり合いは必見だぜ。第8位、トッチ、1982年。二大スターの共演、熱かったわね。さて、第8位はどんな作品かしら？第8位は、ダスティン・ホフマンという役者の執念と才能が爆発した傑作コメディ、1982年のトッツィーだ。全米興行収入で年間2位を記録した大ヒット作なんだぜ。コメディ、意外だわ。彼はシリアスな役のイメージが強いけど、そこが彼のすごいところさ。彼が演じたのは、才能はあるが完璧主義で頑固な性格が災いし、全く仕事がない中年男優マイケル・ドーシー。そして、彼がなんと女装してオーディションを受け、一躍国民的人気女優、ドロシー・マイケルズになってしまうんだ。この一人二役が最高なのさ。男優が女装して女優に、なんて無茶苦茶な設定なの。だろ？だが、これをただのドタバタコメディで終わらせないのがホフマンの真骨頂なんだ。彼は完璧主義者として有名だが、この役作りのために徹底的なリサーチを行った。メイクや衣装はもちろん、声色や女性らしい仕草の一つ一つまで完璧に作り上げたんだぜ。すごい役者魂。本当に女優さんにしか見えなさそうね。ああ、そして物語が秀逸なのはここからだ。女優ドロシーとして働くうちに、マイケルは共演の女優ジュリーに本気で恋をしてしまうんだ。でも、ジュリーにとってドロシーは、何でも話せる女の親友。このもどかしすぎる三角関係が、おかしくも切ないんだぜ。うわぁ、それは複雑。好きな人に本当の自分を明かせないなんて。そうなんだ。監督は名将シドニー・ポラック。単なる女装コメディじゃなく、女性の立場を経験することで、男性社会の矛盾に気づかされるという社会的なテーマもしっかり描かれている。共演のジェシカ・ラングはこの作品でアカデミー助演女優賞を受賞したんだ。笑いだけじゃなくて、深いメッセージもあるのね。その通りだぜ。男として、そして女として、二つの視点を持つことで見えてくる世界の面白さと悲しさを、ホフマンは完璧な演技で表現した。彼のキャリアを代表する一本なのは間違いないぜ。第7位、大統領の陰謀、1976年。女装コメディの次は、どんな作品が来るのかしら？ワクワクするわ。第7位は、アメリカという国家を根底から揺るがした、映画史に残る社会派サスペンスの金字塔。1976年の大統領の陰謀だ。これもまた奇跡の共演が実現した作品なんだぜ。また、今度は誰と共演したの？明日に向かって撃てやスティングで知られる、ハリウッド最高の2枚目スター、ロバート・レッドフォードだ。当時の人気実力ともに頂点にいた二大巨頭が、本作でがっぷり4つに組んだんだ。すごい、まさにオールスターね。どんな物語なの？これは、ニクソン大統領を辞任に追い込んだアメリカ史上最大の政治スキャンダル、ウォーターゲート事件を暴いた、二人の新聞記者の実話に基づいた物語だ。ホフマンとレッドフォードが、その若き記者二人を演じているんだぜ。うわぁ、実はなんだ。ホフマンはどんな記者だったの？彼が演じたのは、粘り強く情熱的なカール・バーンスタイン記者。対してレッドフォードは、冷静沈着なエリート記者ボブ・ウッドワードだ。最初は反発し合う正反対の二人が、巨大な権力に立ち向かう中で信頼を深め、最高のパートナーになっていくんだ。性格が違う二人がバディになっていくのって、燃える展開ね。ああ、そしてこの映画の凄さは、派手なアクションが一切ないことだ。ただひたすら電話をかけ、膨大な資料を読み漁り、タイプライターを叩く。そんな地道な取材活動だけで、見る者の心臓を締め付けるような、凄まじい緊張感を生み出しているんだぜ。地味な作業なのに、スリリングなのね。その通りだ。特に、謎の情報提供者、ディープスロートと、暗い地下駐車場で密会するシーンは、映画史に残るサスペンスの名場面さ。この作品はアカデミー賞で脚色賞など4部門を受賞し、ドキュメンタリーのような緊迫感でジャーナリズムの重要性を描いた最高傑作として、
今も語り継がれているんだぜ。第6位、マラソンマン、1976年。二人の記者の執念、すごかったわね。第6位はどんな作品なの？第6位は、観客にトラウマを植え付けた伝説のサスペンススリラー、1976年のマラソンマンだ。監督は名将ジョン・シュレシンジャーだぜ。トラウマ、怖い響きね。ホフマンはどんな役？彼が演じたのは、マラソンが趣味の普通の大学院生ベイブだ。彼が兄の死をきっかけに、ナチスの残党が絡む巨大な陰謀に巻き込まれていくんだ。普通の学生がナチスの残党と、恐ろしいわ。そしてこの映画を伝説にしたのが、名優ローレンス・オリビエ演じるナチスの残党ゼルだ。彼の冷酷な演技は、映画史に残る最高の悪役として語り草になっているんだぜ。伝説の名優が悪役を、それで、トラウマっていうのは？ゼルは元司会でな。彼は何も知らないベイブを捕らえ、ダイヤモンドのありかを吐かせようと拷問するんだ。その方法が、麻酔なしに、ベイブの健康な歯に歯科用ドリルを突き立てるんだ。いやー、聞いているだけで痛すぎるわ。ゼルはドリルを手に安全かと繰り返し問い詰める。この拷問シーンはあまりの恐ろしさに映画史に残るトラウマシーンとして有名なんだ。オリビエの演技はアカデミー助演男優賞にもノミネートされたぜ。もう歯医者さんに行けなくなりそう。ごく普通の青年が、極限の恐怖と痛みの中、生きるためにもがく様を彼は全身全霊で演じ切った。本当に追い詰められているように見えたのね。ああ、この映画には、二人の天才の役作りへの姿勢の違いを示す、伝説的な逸話がある。拷問されるシーンの撮影で、ホフマンは役になりきるために本当に徹夜して、心身ともにボロボロの状態で現場に現れたんだ。うわぁ。まさにメソッド演技。本当に自分を追い込んで役作りをするのね。だが、その危機迫る姿を見た共演の名優ローレンス・オリビエは、彼にこう言ったそうだ。なぜ、演技しないんだねとね。ひえー。役に入り込むホフマンと、技術で演じるオリビエ。役作りへの考え方が正反対の二人がぶつかり合ったのね。その通りだ。そんな二人の狂気がスクリーン上でぶつかり合うからこそ、この映画は観客の記憶にトラウマとして刻み込まれるのさ。第5位、真夜中のカーボーイ、1969年。あの拷問シーンは本当にトラウマになりそうだったわ。さて、いよいよトップ5ね。第5位はどんな作品？第5位は、ダスティン・ホフマンという役者の化け物じみた演技の幅を見せつけた、アメリカンニューシネマの不朽の名作、1969年の真夜中のカーボーイだ。化け物じみた？なんだかすごい表現ね。ああ、何せ前作の卒業で演じたのは、繊細で純粋な好青年だっただろ？だがこの作品で彼が演じたのは、その真逆。背中を丸め、常に咳込みながら足を引きずる、ニューヨークのどん底で生きる病弱な詐欺師ラッツォリッツォなんだぜ。あの爽やかだった人が、病気の小ずるい詐欺師に、全然想像がつかないわ。だろ？この180度の衝撃的な変貌ぶりは、世界中の度肝を抜いた。彼の底知れない才能を決定づけた、伝説の役作りなんだ。物語は、ジョン・ボイト演じるカウボーイ気取りの青年ジョーが、大都会で一攫千金を夢見るも、ラッツォと出会い、どん底の生活に落ちていくというものさ。なんだか切ない話ね。そうなんだ。孤独な二人が、騙したり騙されたりしながらも、廃墟ビルで奇妙な共同生活を送るうちに、魂を寄せ合っていく。当時のアメリカが抱えていた貧困や孤独を痛烈に描いた作品なんだぜ。どん底の生活の中の友情、切ないわね。ああ、ちなみに、ラッツォが横断歩道でタクシーにひかれそうになり、I'm walking here 俺はここを歩いてるんだ、と叫ぶ有名なシーンがあるが、あれは撮影中に本当に飛び出してきた車に対して、ホフマンが役になりきったまま叫んだ完全なアドリブなんだぜ。アドリブであんな名シーンが生まれたの？それくらい役に没入していたってことさ。まさに、化け物じみた役者なんだ。当時の社会を映した鏡のような作品だったのね。まさにその通りだ。監督はマラソンマンと同じジョン・シュレシンジャー。この映画はあまりに内容が過激で、
当時は成人映画を意味する X 指定を受けたんだ。だが、それでも第42回アカデミー賞で作品賞を受賞した。これは後にも先にも、この作品だけというとんでもない記録なんだぜ。すごい。それだけ作品の力が認められたってことね。ああ、ホフマン自身もアカデミー主演男優賞にノミネートされ、演技派俳優としての地位を完全に不動のものにした。彼のキャリアを語る上で、絶対に避けては通れない最重要作の一本さ。第4位、小さな巨人、1970年。卒業とは真逆の役で、本当にすごかったわね。いよいよ第4位よ。第4位は、ダスティン・ホフマンのカメレオン俳優ぶりを語る上で、絶対に外すことのできない伝説の一本、1970年の小さな巨人だ。カメレオン俳優、まさに彼にぴったりの言葉ね。今度はどんな役なの？今回はなんと、一人の男の一生を、丸ごと一人で演じ切ったんだ。主人公ジャック・クラブの波乱万丈の人生をな。しかも、17歳の若者から、なんと121歳のヨボヨボの老人までを、だぜ。121歳。そんなのどうやって演じるのよ。そこで登場するのが、当時としては画期的だった特殊メイクさ。エクソシストも手掛けた伝説の職人ディック・スミスによるメイクは、本当にすごいの一言だ。だが、この映画の真の凄さは、ホフマン自身の演技にあるんだぜ。メイクだけじゃないってこと？ああ、彼はただ老けメイクをしただけじゃない。声色、背中の曲がり方、足を引きずる歩き方まで、完全に別人のように演じ分けた。観客は、本当に一人の人間の長い人生を、2時間で目撃するような感覚に陥るんだ。すごい。物語はどんな話なの？監督は、俺たちに明日はないのアーサー・ペン。主人公ジャックは、幼い頃にシャイアン族に育てられ、その後白人社会に戻される。インディアンと白人、二つの文化の間で翻弄されながら、西部開拓時代のあらゆる出来事を経験していくんだ。なんだか壮大な話ね。そうなんだ。それまでの西部劇と違って、インディアンを人間味豊かに描き、逆に白人社会の偽善を風刺的に描いた、まさに西部劇の転換点となった傑作なんだぜ。このとてつもない難役を完璧に演じ切ったことで、ホフマンは俳優としてネクストレベルに到達したのさ。第3位、クレイマー・クレイマー、1979年。17歳から121歳まで演じきるなんて、本当にカメレオン俳優だったわね。さあ、いよいよトップ3よ。ああ、ここからは彼のキャリアの頂点とも言える作品が続くぜ。第3位は、ダスティン・ホフマンに初のアカデミー主演男優賞をもたらした、映画史に残る感動作、1979年のクレイマー・クレイマーだ。ついにアカデミー賞を受賞した作品ね。どんな物語なの？彼が演じたのは、仕事一筋で家庭を全く顧みない、広告代理店のエリート社員テッド・クレイマーだ。そんな彼がある日突然、妻に家出され、これまでろくに顔も合わせなかった一人息子ビリーと、二人きりの生活を始めることになるんだ。うわぁ、それは大変。今まで何もしてこなかったんでしょ？その通りさ。物語の前半は、慣れない家事や育児に悪戦苦闘するテッドの姿がコミカルに描かれる。特に有名なのが、ビリーのためにフレンチトーストを作るシーンだ。最初は真っ黒焦げにしてしまうんだが、親子の絆が深まるにつれて、だんだん上手くなっていくんだぜ。フレンチトーストが、二人の関係の変化を表しているのね。素敵だわ。ああ、そして、不器用ながらも必死に息子と向き合うことで、テッドは初めて父親としての愛情に目覚めていく。この過程を、ホフマンは自身の離婚経験も重ね合わせ、見る者の胸を打つ、凄まじいリアリティで演じ切ったんだ。彼の人生が、演技に深みを与えたのね。だが、親子の絆が固く結ばれた頃、家を出て行った妻が、ビリーの親権を求めて戻ってくるんだ。ここから物語は、涙なくしては見られない法廷闘争へと発展していく。共演のメリル・ストリープも、この作品でアカデミー助演女優賞を受賞しているぜ。切なすぎるわ。父と子はどうなっちゃうの？それはぜひ、本編で確かめてほしい。
この映画は作品賞を含むアカデミー賞主要5部門を独占する快挙を成し遂げた。家族の愛と絆という普遍的なテーマを描き、世界中を涙させた不朽の名作なんだぜ。第2位、卒業、1967年。ついにアカデミー賞受賞作が登場したわね。ドキドキするわ。栄光の第2位は、一体どんな作品なの？第2位は、ダスティン・ホフマンという新しいスターの誕生を、世界に鮮烈に告げた不朽の青春映画、1967年の卒業だ。彼の事実上の主演デビュー作にして、いきなり頂点に駆け上がった伝説の一本さ。デビュー作でいきなり、すごいわね。どんな役だったの？彼が演じたのは、大学を優秀な成績で卒業したものの、将来の目標を見失い、無気力な日々を送る青年ベンジャミンだ。繊細で、どこか頼りない感じがする青年よね。ああ、だが、それこそが革命的だったんだ。当初、この主役にはロバート・レッドフォードのような、誰もが認める2枚目スターが候補だった。だが監督のマイク・ニコルズは、背が低く、どこか冴えないホフマンの敗者のオーラにこそ、時代のリアルが宿ると見抜いて大抜擢したんだ。まさに、この動画のテーマ、身長 165cm の巨人の始まりだったのね。その通りだぜ。彼が演じたからこそ、ベンジャミンの抱える不安や反発が、当時の若者たちの心をわしづかみにしたんだ。なんだか、すごく共感できる役柄だわ。だろ？そんな彼の前に現れるのが、両親の友人である魅惑的な人妻、ミセス・ロビンソンだ。彼は彼女の強引な誘惑に負け、退屈しのぎの常時を重ねてしまう。だが、彼はミセス・ロビンソンの娘、エレインに本気で恋をしてしまうんだ。母親と娘、両方を好きになっちゃうなんて、とんでもない三角関係じゃない。そうなんだ。そしてこの映画を伝説にしたのが、サイモン&ガーファンクルの音楽だ。サウンド・オブ・サイレンスやミセス・ロビンソンといった名曲が、ベンジャミンの虚無感や焦りを完璧に表現していてな。この映画以降、ポピュラー音楽が映画で重要な役割を担うようになったんだぜ。音楽も、もう一人の主人公だったのね。そして、映画史に永遠に刻まれているのがラストシーンだ。ベンジャミンはエレインの結婚式に乗り込み、教会の窓を叩きながら絶叫し、彼女を奪い去るんだ。そして二人でバスに乗り込むんだが、わあ、ドラマチック、ハッピーエンドなのね。いや、そこからがこの映画の本当にすごいところだ。バスの後部座席で、最初は達成感に満ちた笑顔の二人だが、その笑顔が徐々に消え、未来への不安を称えた無表情に変わっていくんだ。あのラストシーンは、本作がただの恋愛映画ではない、青春の痛みと社会への漠然とした不安を描いた傑作である証なのさ。第1位、レインマン、1988年。卒業の衝撃的なラスト、すごかったわ。とうとう第1位の発表ね。一体どんな傑作が来るのかしら。数々の名作を抑え、栄光の第1位に輝いたのは、ダスティン・ホフマンの俳優人生の集大成とも言える、1988年の不朽の名作、レインマンだ。レインマン、もちろん知ってるわ。彼が2度目のアカデミー主演男優賞を取った、あの伝説の映画ね。その通りだ。映画も作品賞、監督賞、脚本賞と主要4部門を独占した。まさに完璧な傑作さ。彼が本作で挑んだのは、驚異的な記憶力を持つ自閉症のサバン症候群の男、レイモンドという、映画史上屈指の、とてつもない難役だった。サバン症候群、演じるのはすごく難しそうね。ああ、だからこそ、完璧主義者の彼は、役作りのために1年以上もの時間を費やした。多くの自閉症の人々やその家族と実際に交流し、その行動や話し方を徹底的に研究したんだ。だから彼の演技は、もはや演技じゃない、憑依そのものなんだぜ。1年も。だから、あの独特の仕草や視線が生まれたのね。そうなんだ。常に視線を合わせず、少し猫背で、独特の歩き方をするレイモンドを、彼は完璧に体現した。共演は、当時若手トップスターだったトム・クルーズ。彼が演じるのは、遺産目当てで兄を利用しようとする、自己中心的な弟チャーリーだ。
最初は、お金が目当てだったのね。ああ。だが、兄を施設から連れ出し、ロサンゼルスまで旅をする中で、チャーリーは兄の純粋な心に触れ、人間性を取り戻していく。この兄弟の心の交流こそが、本作の最大の感動ポイントなんだぜ。トム・クルーズの心の変化も見どころなのね。その通りさ。特に有名なのが、ラスベガスのカジノのシーン。レイモンドがその驚異的な記憶力でブラックジャックに大勝ちし、チャーリーを驚かせる。最初は兄を厄介者扱いしていた弟が、初めて兄を尊敬する、感動的な名場面だ。あのシーンは本当にスカッとしたわ。そして、この映画の最大の功績は、ホフマンの神がかり的な演技を通して、それまであまり知られていなかったサバン症候群や自閉症に対する、社会的な理解を世界中で大きく深めたことなんだ。映画が、社会を変えるきっかけになったのね。ああ、ただ感動を呼んだだけじゃない。人々の心に寄り添い、世界をより良い方向に動かした。だからこそ、レインマンは、彼のキャリアの頂点であり、映画史に燦然と輝く不朽の名作なのさ。総評、まとめ。いやー、本当にすごいランキングだったわ。繊細な青年から病弱な詐欺師、女装した女優にサバン症候群の男性まで、同じ人が演じているなんて、信じられないくらい。だろ？これこそが、ダスティン・ホフマンが身長165センチメートルの巨人と呼ばれるゆえんなのさ。彼は決して容姿に恵まれたスターじゃなかった。だが、その圧倒的な演技力と役に魂を捧げる執念で、ハリウッドの常識を変えてしまったんだ。彼の登場が、アルパチーノやロバート・デ・ニーロみたいな個性派俳優たちが続く道を切り開いた。っていうのも納得だわ。ああ、彼は演技の可能性を無限に押し広げた革命家だったんだぜ。さて、今回のランキング、みんなはどうだったかな？あなたの心に残る一本は、何位に入ってただろうか？皆さんの思い出の作品や好きなシーンがあったら、ぜひコメントで教えてくれると嬉しいわ。私たちも全部読ませていただくわね。というわけで、今回の解説はここまでだぜ。この動画が面白い、また見たいと思ってくれた人は、ぜひ、高評価とチャンネル登録をポチッと押してくれると、私たちの励みになるから、よろしく頼むぜ。最後までご視聴いただき、本当にありがとうございました。それじゃあ、また次の動画でお会いしましょうね。